味しいものがありゃどこまでも飯旅 Season 6 今回の飯旅は北海道アビラ厚間界隈8選。それでは早速 Let's get it started. 1. Abila Luwont 3度目の挑戦でやっと入ることができた安平町のルウォントさん。視聴者のアットロンスケさんからおすすめされていたずっと気になっていたお店。なんだか来るたびに臨時休業みたいなタイミングが合わない案件でしてね。やっとこさっとこの初訪問。注文したのはカシューナッツとトマトのスープカレー。ラーメン丼並みのでっかい器にチキンレッグとナス、人参、じゃがいも、ごぼう天など具材が超山盛り。トマトの程よい酸味とナッツの香ばしさが抜群のバランスで、素材の旨味が凝縮されたナチュラルなスープが激うま。私のスープカレーランキング集計中だけど、これ上位来るかなって感じの美味しさでしたよ。わお、そりゃロンスケさんに感謝せな。ほんとね、ありがとうございました。アイルトンせな。合唱。2. Abila Abira Udon 安平町の名水と厳選小麦で打つ本格手打ちうどんのお店、安平うどんさん。前回は私がレポートをしたお店ですが、その時は冷やぶっこきいただいたんでね。はい、うどんはかけと決めというマスおじさんが、今度はおつゆの美味しさを確認しにやってまいりました。あとロンスケさんが出汁も美味しいよう教えてくださいましたんでね。あら、またロンスケさんありがとうございます。卵店にメガネおいちゃんは特大カニカマと半熟天玉うどんをオーダー。これが運ばれてきてびっくり。器からはみ出るほど巨大なカニカマ店がインパクト絶大。これは食べ応え半端です。タラバ足1本入ってますっての勢いね。ああ、びっくりだぜ。おつゆも美味しい。うどんもかけで食べると結構柔らかもっちりふここタイプで好きなタイプ。おつゆもまさにあっちの感じの出汁で最高だね。間違いなく北海道屈指の名うどん店だこれ。でしょう。ただ天ぷらせっかく美味しいのにでかいもんだから濡れちゃうっていうかしなっかくなっちゃうっていうか、ふやけて衣が脱げてきちゃうんだよね。だから次回は天ぷら別盛りでいただこうと思いました。あ、そっか。その方が出汁も純粋に味わえるもんね。余談ですが、バンコクのお寿司屋さん行った時に、回転寿司じゃないですよ、ちゃんとした握りのお寿司屋さんね。カニを頼んだらこのカニが乗っかってきました。マジでカニカマ？そう、結構な金額の寿司屋さんだよ。思い出した。その時そのお店端末壊れててカードとか使えません言われたんだよね。それで無銭飲食しました。いや現金なんて持ってないよ言ったら、今度でいいですよつって。マジで。それぐらいに日本人っていうのは信用されてるんだよね、海外で。こんなワイルドな見た目でもしっけだいい人。俺ね。いや、そこの寿司屋だよ。3. Abila Dago Each Station いつ来ても人気のデゴイチステーションさん。この界隈来たら必ず寄っちゃうポイントね。今年も朝日メロンソフト。安平町の特産品朝日メロンを使ったソフトをいただきます。朝日メロン、朝日メロン、朝日メロン。北海道のメロンは美味しいからね。赤肉メロンは美味しいね。パンもね美味しそうだったんだけど、腹パンにつき断念。残念。じゃがいもパンダの菜の花蜂蜜クイニーアーマンダの蜂蜜バターパンダも気になりつつ、次の町へつってね。アビラうどんも売ってたね。4. Abila Soba Tetsu からの飯旅の夏といえばアビラといえばそば鉄さん。トウモロコシの天ぷらにはまださすがにちょっと早かったけど、ここの美味しいおそばと地場野菜の天ぷらがあればそれはそれで幸せね。ってことで今回は28と10割の食べ比べを観光。おいちゃんは初天丼セットを。太さの違いはもちろん、口に含んだ瞬間のそばの香りの広がり方が全然違って改めて感動。やっぱ10割美味しいね。風味全然違うんだね。28には28の良さがあるけど、つるんと喉越しの28、純粋にそばの香りを楽しむなら10割って感じ。私は純粋なので、純粋にそばの香りを楽しむなら10割がいいな。天ぷらも天かすも必要ございません。天かすなしの人生は考えられないな。食糧危機が起きて肉が食べられない状況になったとしても、天かすがあればなんとかなるって感じ。分かってないな。もうまだ子供なんで。
は？天丼丼タレが全くなくてうまいね。美味しい。さすがっすわ、そば鉄さん。5. Today's katsu curry. Tomoko Mai. Aji Dokuro Teppei. 昭和49年から続く苫小牧の老舗のとんかつ専門店、味どころ鉄平さん。今回のエリア外ではありますが、お隣からの越境紹介にて失礼つかまつります。カレーカツ丼あるよ情報を、あと高橋さん、あと雲犬さん、あとスチューピッドなシープさんほか多くのタレコミいただきまして参上。じゃじゃーん。お目当ての熟成カレーカツ丼。うわー、測り力抜群の超絶ボリュームで、ちょ待てよ、これはイメージとちょっと違うぞ。どうして？だからどう見てもカレーカツ丼じゃん。これはカツカレーのカツが閉じてあるってバージョンのカレーカツ丼でしょ。おいちゃんが食べたかったのはカレー味の出汁で閉じてあるカツ丼なのだ。めんどくさいな。これは意外な展開でしたね。こっちの方が意外な展開だわ。せっかく視聴者さんが教えてくれたんだから、もっと喜びなさいよ。だってもう出た。だってもうちょいシャバ系のスパイシーなカレーがガリクソン系のカツとご飯に絶妙に絡んでうまい。そりゃそうだ、カツカレーだもん。ローストンカツもジューシーで衣はカリッカリ。お値段は少々高めだけど、その価値ありの横綱牛とんかつだね。タレコミいただいた視聴者さん、ありがとうございました。6. Atsuma. Boulangeli Pellant. 厚真町の商店街にある本格フレンチベーカリー、ブーランジェリーペロンさん。残念ながら今回は曜日が合わず買えず。ここは集まるルーティン必須ポイントなのですが、残念、週3日しか営業してないのでね、今回はタイミングが合わずスルーでしたが、前回の映像でさらっとご紹介。はい、本場フランス人ブーランジェが焼くパンが気軽にいただけるのは北海道ではここしか知らないのでね、貴重なんですね。特にキッシュやバゲットサンドが印象的。日本のものとは明らかに違った美味しさね。7. Atsuma. Very much. 厚真町街中交流館にございます可愛らしいジェラートショップ、ベリーモッチさん。地元農家の新鮮な牛乳や旬の野菜を使ったジェラートがいただける中でやってまいりました。北海道厚真町のブランド米、七つ星の米粉と日高の生乳を合わせた七つ星ミルクジェラートはお乳臭さが全くなくてびっくり。はい、お乳臭いのは卒業の飯旅ーズ、助かりますね。クリームチーズ&ハスカップジャムはまったりねっとりとした濃厚で癖になる。この辺を訪れたならぜひいただきたいフレーバーだね。これアスパラやほうれん草、ブロッコリーとかって厚真が産地だからね、そういうのもあるといいと思うんだけど。うわー、絶対食べてみたいけどね。でしょ。私たちしか食べないかも。そうかな。多分厚真ジンギスカン味っていうのもどうかな。キモ。 8. Atsuma. Fort by the Coast. 今年も来ちゃいました。厚真エリアで大人気のおしゃれカフェ、フォートバイザコーストさん。ついついこの会話に来たら寄ってしまう、そんな魅力のあるお店なんです。はい、前回はピザとパスタをいただいたので、今回は気になっていたホットドッグとスイーツをいただきに。後にランチを控えておりましたので朝食をってことでね。どっちかというとビジュアル映え重視のお店っぽいイメージだったんだけど、イメージ覆りましたね。はい、びっくりたまげました。サンドもシュークリームもすごい美味しくてね。そしてリーズナブル。サーフィン帰りに気軽に寄ってってね、感が出てますね。本当だね。こういうカフェはありそうでなかなかない昨今ね。いいよね。休日にドライブランチするにはおあつらい向きの施設だ。ワンちゃんも連れてこれるしね。いや、さすがに大会長は来ないっしょ。そのワンちゃんじゃねえ。次回のメッシュとビはガチでまた食べたい。Tomoko Mai Kaiwai des。お楽しみに。See you soon。飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくと。いいよね。
休日にドライブランチするにはおあつらえまいよれも越境紹介にて失礼つかしましまする熟成カツカツでもっちりとした食感と濃厚なミルクの風味が爽やかでおちちくさがガダガダンガムなんじゃみゃ何語だこれ通訳不能